先生、夢って何？あなたたちみたいな人がどうやって夢を持つの？私の夢は、私はみんなを救う英雄になって現在と戦いたい。ドライバーになりたいんだ。くだらない夢。どうぞ。またオフィスで寝てたのか？家じゃないんだぞ。アイギスによるストレスがひどいようだな。話があるなら早く言って。仰せの通りに。大したことではない。ただグループのビルにネズミが2匹忍び込んだというだけだ。そんなのあなたのプライベートなことでしょ。私はあなたのセキュリティ責任者じゃないのよ。その件は自分で何とかする。ただお前がその中の1匹に興味があるんじゃないかと思ってな。ここよ。目の前にある高いビル。ここがマーチソンビル？さすがブルーマウンテン一高いビルだね。今夜は雲が多すぎるのが残念だけど。雲の中で光ってるのは何？あれがブルーマウンテンの箱舟だよ。つまりブルーマウンテンの箱舟はマーチソンビルの上に止めてあるということ？ずっと前はそうだった。このビルはもともとブルーマウンテン支部のオフィスだったからね。前任の支部長は箱舟で暮らすのが好きじゃなかったの。彼はよく箱舟は自由な檻だって言ってた。その前任の支部長は見る目があるね。他の人にとって箱舟はいつだって力の象徴に見える。そうだね。その前任支部長には興味があったけど、今の私たちに必要なのは何とかしてこの塔に入り込むことだ。ざっと周囲をスキャンしてみた。巡回はいないが各種探査機器のセンサーがたくさんある。グループに潜入したプロ泥棒として明日のブルーマウンテンのニュースになるのはごめんだ。私、監視を避けられる道を知ってるよ。よいしょ。待って。警備員も監視機器もない。安全だな。使われていない通風ダクトがビルの地下に通じているとは思わなかった。私だって未だにこの古い道が修理されていないなんて思わなかったよ。ずいぶんこのビルに詳しいんだね。子供の頃、父がここで働いてたの。妹とよくここで遊びながら、父の永遠に終わらないんじゃないかってほど長い会議が終わるのを待ってた。ここは私と妹が小さい頃の秘密基地なのよ。以前マーチソンビルはかつてブルーマウンテン支部のオフィスだったと言っていたね。あなたのお父さんはブルーマウンテン支部で働いていたの？奇妙な話なんだけどね。父が参加してたのはどれもブルーマウンテンの未来に関わる重要な会議だったの。それなら私はどうしてここで必死に産業スパイを演じなくちゃならないんだ？支部のメンバーだったあなたのお父さんなら情報をたくさん持っているはずだよ。あなたのお父さんは今どこに？私たちのインタビューに応じてもらえる？インタビューするのは
ダメってわけじゃないけど、ただその腕のいい霊能者がいないと無理かも。霊能者？まさか父はずっと前に亡くなったの。悲しいことを思い出させて悪かった。いいの、もうずいぶん前のことだから。とっくに涙も枯れ果てたよ。もし父がまだ生きていて今の私を見たら心臓発作を起こすんじゃないかな。単なる引きこもりだろ。若者にはよくあることだ。それにあなたは外の世界に出ようとした。私努力しても必ず報われるとは限らない。それでも夢に一歩近づく。言っとくけど私はそんなご立派な言葉を信じちゃいない。でも人生がどん底の時はその言葉が現実に向き合う勇気をくれることもある。あなたには叶えられてない夢はある？よく考えて前に進むための力にすればいい。私の夢はドライバーになって世界を救うことよ。なんとも地味な夢だね。でも永遠に実現するのは無理なの。ブルーマウンテン支部にはドライバーがいない。けれど他の支部では大勢のドライバーを必要としている。私の知る限り今はドライバーの採用条件も厳しくない。誰だってドライバーの肩書きが得られる。適合率が基準に達してないんだから永遠にドライバーにはなれないよ。私は適合率を上げる方法を知っているんだ。本当？第一研究室では適合率に関する実験を数多く行っていた。どんな方法でも最後の適合率の上昇幅は大きくなかったけどね。ちょっと聞くけどあなたの適合率はどのくらい？それはわからない。誰も教えてくれないんだもの。え？適合率が不合格でもテストでは当事者に数値を教えてくれるはず。あの時不合格通知を受け取っただけだよ。赤いスタンプの他には何も書かれてなかった。まさかブルーマウンテン支部の仕事の手順は他の地方とは違うのかな。大したことじゃない。もう一度テストを受けてみればわかることだ。でもまずは目の前のことを片付けよう。そうね。このビルの資料室か重要人物のオフィスの場所はわかる？その前任支部長のオフィスもそれに含まれる？総裁執務室？まさかフロアを間違えた？ミカ、どうかした？私、呼吸、息をして。ここで間違いないと思う。ごめんね。しばらく運動してなくて。フレックさん、誰か来たみたい。警備員の巡回だ。他のフロアとは明らかに違う。早く入ろう。パスワードが必要なのかな。どうやって探せばいいんだろう。なんなら私が試してみようか。本当に開いた。やっぱりここが前支部長のオフィスだよ。あっちへ行ったよ。見つからなくてよかった。
これだね。グループ所有ビルの高層階のオフィスにある情報端末はあらゆる邪悪な計画が孵化する池だよ。中にどんな秘密が隠されているか見てみよう。レックさん、また外から足音が聞こえるみたい。巡回が戻ってきたみたいだな。大きな声を出さないで、見つからないように。ブルーマウンテン支部をキーワードにした資料はたくさんあるけど、どれもよくあるビジネス上の提携みたいだな。マーチソンビル改造について、市下水道改修ガイドライン、低人口密度地域の街頭取締計画。何なのこれは。レックさん、もっと小声で。外の足音が多くなったみたい。せかさないで、もうすぐ読み終わる。ほとんどは緊急性のない市政工事の資料だね。唯一疑わしいのはこのブルーマウンテンエネルギー補助供給条例かな。化石エネルギー供給工場を建ててブルーマウンテン支部のニムビウスエネルギー不足分を補う。ブルーマウンテン支部ってそんなにエネルギー消費量が多いの？通常都市のエネルギー消費は大きく分けて2通りある。一つは都市の運営と住民生活用で総消費量のほぼ 60% を占める。残りの 40% は軍事部門用だね。主にドライバーの日常的なパトロールや訓練、それに突発的な状況で原罪が侵入した時の戦闘に使用される。ブルーマウンテンが正常な原罪に襲撃されることは極めて少ない。そういった変異した原罪に対処するためには主な軍隊を全て常在者に再編成することでニムビウスエネルギーの消費量は減るはずだよ。でもこの資料に書かれているデータはカティアのように常に襲撃を受けている状態で軍備を維持する大都市とほとんど同じだ。変だな。すごく奇妙だ。変ね。あなたも変だと思うよね。外の足音が全然聞こえなくなった。これは何の資料だろう。25年ドライバー適合率統計。適合率テスト結果の古い統計だね。どうしてここにあるのかな。適合率第1位 100%？ 名前はミカ？レックさん！見つかった。いつの間に。